どうも皆さん、トライアングルです。というわけで、今回なんですけど、どっから見せよう。これ見せようか。これで見せましょう。このグループ2の方ですね。こちら、ゲトウスグル。てかね、今、毎チーム1から10まで、一番強そうなアタッカーを選んでみました。選んでみて、で、学長とももちゃんは一緒なんだけど、こんな感じでもう全部、わかんないか。早すぎたな、今。学長とももちゃんは固定で、残滓も一緒で、ゲトウスグル、伏黒当時、スクナ、覚醒五条悟、そして高位たどり、領域展開五条悟、処刑に乙骨雄太、で、幻たどりくん、2周年たどりくんかな。で、0.2 秒五条悟、そして両面スクナ。この中で、一応もちろんね、最強の、アタッカーたち。じゃあこれ全部呪霊相当戦で戦わせて一番ダメージがあったのは誰なのかってのをやりたいと思います。はい。で、先に言っておくと個人的にはこれ高齢当時とか本当は使いたかったの。高齢当時でもね、無凸なんですよ。さすがに 25% 入ってないのはいけないなって、これ言っときたかった。本当は高齢当時も入れたかった。アタッカーとしては強いから。でも無凸なので今回はちょっとステイで。もうこれはね、ちょっと悩んだんだよね。で、ナナミンも入れたかったんだけど、僕持ってないんだよね。新ナナミン持ってたら、もちろん新ナナミン入れたかった。っていうところ、ちょっと一応この2つ。で、東堂ごめんなさい、持ってないです。本当に。もう絶対福岡来たらもうその日にゲットします。もう約束する。絶対東堂ゲットするんで。お約束します。東堂持ってない。っていうのと、あとこの伏黒くんは候補ギリギリでしたと。いや、入れてもいいんだよな、正直さ、伏黒、ゲトウよりこうか。こうの方がいいかな、なんとなく。こうだね。こうするわ。はい。ごめんなさい、変えます。伏黒くん、こんな感じ。で、まず、伏黒くんからいきます。夜ね。夜の弱点、ノーマルやって与えたダメージ。で、当時やって与えたダメージ。で、じゃあ誰が一番ランキング決めましょうやってことで、今回総力戦というか、はい、それやって、で、一番ダメージが。一応、強さ順っていうより、大体の強さ順かなにはしてあります。確定的な強さじゃなくてね。で、もちろん、一個一個じゃあ全部17ターンまで見せたらとんでもない時間かかっちゃうんで、もちろん始まってからね、がっつりカットはしますよ。がっつりカットはするけど、なるべく見せたい。長くなってもごめんだけど。できれば見したいんだよな、本当はな。見せたいな。いやでもこれね、一つ夜の弱点、こいつが強い。このモンジャラがノーマルだとしても強すぎるんだよ。これがね、夜属性でどう響くか。3体しかいないから。だからこの2人は弱点なの。だから早々にやられる可能性はある。もうこれは運なんでごめんなさい。あまりになんか 2,3 ターンとかでやられたりだとか、ちょっと運が悪すぎるよねってなったら、いくらなんでもちょっとやり直すけど、動きはもう全く一緒の動きしたいので、もう常にかけようか。で、基本的にずっとバフを初ターンからかける。決めとこう、動きは初ターンからかけて、必殺技が溜まったら必殺技。ももちゃんの場合はまだバフかけれたら基本的にバフで、バフかけれなかったら必殺技で、もしどっちもかけれなかったら通常攻撃。もうそれで固定したいと思います。もうこの2人は。で、教授のタイミングは自由かな。で、基本的にずっとこれで、なくなったらまた決める。玉剣いきます。さあ、まず甲信、ご突っていうのはあるからな。あんまりちょっとね、できれば全員ご突がいいんだけど、そんなもん無理なんでね。無理だから仕方ないんだけど、これはね、今回規格外なので玉剣の方がいいと思う。強襲も強いけど345でしょ。こっちの方がいいね。玉剣の方がいいですね。でもあれか、玉剣がいる状態の強襲だと変わってくるか。でも体術振ってないからな、規格外多分。これいやでもありか。術式 300？ 術式ありだね。強襲これありだね。行きましょう。強襲やったり玉剣入れたりちょっとしてこう。強いなぁ。ピンピンこれ待って、これ10いっちゃう。10いったらいったターンにしようか。10超えたらそれを超えたターンにしよう。そうだ。でもね、ハードにしちゃうと死んじゃうの。ハードにすると死んだんじゃないの。
本当に一瞬で死んじゃうから五条先生が有利すぎる。無敵五条先生の方が有利すぎるんでノーマルでいきますね。これはいくらなんでもね。さあここで5いった相手の動きを観察しろ。プレイヤーへダイレクトアタック痛すぎる。授業を始めよう。えぐいノーマルだよ君。ちょっといや確かにね弱点ではないんだけどね。弱点属性ではあるんだけど極拳ビビったわ今。痛みきたもん今。痛覚あったもん今僕食らって思わず「いった!」って言っちゃったから痛覚ありました。追い風回し蹴り。さあこれなんとか伏黒くんこれいつまで学長とももちゃんが生き残れるからね。まあこれちょっと待って玉形いる状態。いや次たまるか。でも次たまるけどまだ規格外はもう一ターン待ちたいから玉剣の方がいい。ここで20使っちゃうと次打てない。次通常攻撃になっちゃうんでここはもう一回玉剣でいこう。痛い相手の動きを観察痛いよ。はい玉剣で次必殺技か。これなんとか学長耐えるでしょ。これ耐えろよまあもう危ない。風なぎでこれで衝撃いいんじゃない。7はいった。まずは7いったね。はい7いった。倒せるか。倒した。びっくりした。倒したで更新追い風。こっからもう多分ねいつ死んでもおかしくない。こっからもう夜のキャラクターは耐えれんぞこれ。いや夜以外のもう一瞬ですね。はいさよならです。はいお疲れ様さ。これももちゃん回復しとく。いやまだいいか。いやでもこれ次死ぬぞ多分。ももちゃん回復しとこう。これ自分回復できるんだねこれはね。これは自分だけ回復してじゃないとももちゃん死んじゃうから。危ねえ。追い風強襲追い風強襲。でも意外と頑張ってはいるんじゃないかこれ。さあ回避状態入った。これもう一回必殺技打てれば理想だね。さあ果たしていや打てそうっちゃ打てそう。次のでも必殺技か。これどうだ。玉剣が多分消えるな1体。耐えた。でも次の攻撃もある。おお耐えた。これは衝撃しかも玉剣がいる状態で衝撃まで持っていくことができたのでいいんじゃないかこれ。さあ果たしてどんなもん。ラストいいんじゃない。じゃあこれは総ダメージでいきますね。総ダメージこれでフィニッシュと。いやよく耐えたね。さノーマルだからってのもあるけどもちろん。はいということでこんな感じ。ちょっとまた後で全キャラクターの計算というかしていきたいと思いますので2180万いきましょう。じゃあ次もうこのままノーカットでいくか。動画時間とんでもないことになっちゃうけどいっちゃえかまわんいけ。次が幻。もしあれだったらシークワードで飛ばしてください。次当時です。普通に多分僕喋り続けれる自信あるんでずっと喋り続けますんでどうしようかな。結果っていうかあれかちゃんと右上に書いとくか。右上に結果が出そうな前ぐらいの時間ちょっと書いとくか。わからんけどなるべくちょっと見やすいようにはちょっとしときます。切り払いそうした方がいいかもしれん。そしたらそこまで飛ばしてください。いきなりなるべくちょっとその手前ぐらいにしますわ。直前じゃなくて切り払い。もう当時はずっと基本的に切り払いしてあとはうまく回し蹴り調整すりゃいいからね。当時は強いよ。強ですよ強くん。オッケー。さあこれバフなんでもうこれはいきなり必殺技全て問題なし。なんだったら3体でも当時だけでも10まではいけんかもしれんけど9あたりまでいけるんちゃうかなと思うんだけど強い。強いな。520なんだ。いやー本当に強いよ家族。切り払いもうこれはひたすら来てこれは切り払いぞ。166万
更新、まあこれはもう必殺技使っていきましょう。いいね、なんとなくこれずっとやってたら学長とももちゃんの動き分かってくるわ。いつ磁力がなくなるのかとか。いいね、勉強になるわこれ。やっぱり学長ももちゃんを使うことが多いんでね。更新、追い風、まあ切り払いだよね。とりあえず必殺技貯めて、で同期練習がちょうど溜まるタイミングで打てるようになるのが一番いいんだけど、痛い。大丈夫。樹海大進撃、これぶった切っても、いや待って、会心やっといた方が、いや一発撃つかこれ。一発撃つか、一発撃とう。これで狙えれるところは狙いたいね。はい、ぶった切り。まあ50万ダメージ、意外とでも軽くないな。更新、追い風、ここ切り払いして会心して、オートで火力上がるんで会心した方が、会心の方がオートで火力が上がるから、あえてこっちにしたんだけど上がらんかった。まあ次必殺技打ちましょう。全て問題なし。499、まあ一応今回超過なんでね、別に超えようが関係ない。とりあえずダメージ与えれればいいので全て問題なし。300何。でも普通に考えればあれか、バフ2人でこんだけダメージ与えれば十分か。さあ追い風、これ100万超えないかなこれ、ぶった切りで。いやあれ切り払いしときたいなこれ。切り払いしとくわこれ。まあダメージくらい必殺技は別にこいつは大丈夫。こいつは食らったとて、まあちょっとももちゃんが痛いかなぐらいな感じだけど、そんなに怖くないこいつは。火力は夜のやつがぶっ壊れてるだけ。まあ、こいつは風投げでいいか。いや待てちゃんと撃て。いやでも別にここは撃って、でもね必殺技とか溜まってたら撃ちましょう。本当は打ちとうなかったけど、これは必殺技が溜まってたら絶対打つという約束なのでここで更新して追い風して切り払いして80、残り4ターンぐらいか。意外とやっぱりいけて8ぐらいかこれ。必殺技含めて、まあ、切り払いして、で次の最後っていうか、こっからぶった切りでいいな。こっからぶった切りして、で最後に全て問題なし打つ。まずバフね、バフがあればバフからでぶった切りして、で次全て問題なししてでいいか。どうだこれ、8までいけるか。今んところまあ伏黒くん超えはしてる。さあここ樹海大進撃で連携で全て問題なし。さあ420いけるか。さあいいんじゃない。で最後ラストターンもあるからね。どうだ、いったね。8いった。オッケーオッケー。さあラスト、これで最後2人ともバフはできそう。更新して追い風して、まあ、最後ぶった切りでいいか。これはぶった切りで。さあ果たしてちょっと全部合計はもう後で全部一気にランキング決めちゃうので、ちょっとパッと映す感じで、はい、こんな感じ。2700万。まあ今のところは、まあ、順位ちょっと先つけちゃおうか。当時強さ順で言うとね、上からね、当時今のところ伏黒くん、こんな感じか。まあ一応順番通りだね、予想の順番通り。さあ次が銅山賞。次は次だ、間違えた。次誰ぞな。次が覚醒五条先生だっけ。これがねグループ、でもこのグループシステムマジで助かる。そうだ、スクナだ。スクナはねどうなんだろうな。最近やっぱりちょっと厳しいというかね、まあちょっとなかなか難しいところ。いきましょう。スクナ、スッくんはねやっぱり、まあ、一応今回呪いの王にしてる。もう必殺技やばい、福間水しでどんだけ与えるか。見せてみろ、何度も言うけどやっぱり見せてみろ編成がでもいいんだけどね。とりあえずまあ見せてみろして、でどっかで一回不可視の斬撃打ってうまく調整する。斬視がな体術も上げれる。この見せてみろが全部術式だったらな、体術オンリーなんだよね。この見せてみろが術式になったらマジで少なあれだと思う。また跳ねるというか覚醒すると思う。少な
体術にできたらな。そしたら2つとも残子も術式50何パー乗るでしょ。これに10何万50何パー50%ぐらい乗るの大きいぞ。さあブレイクできるので、ここ不可視1回打つか。1回不可視打ってでそっから見せてみろで4まで持ってって、ここまですげえ火力。いやまあノーマルだからな。ノーマルではあるがやっぱり火力はなかなか強い。さあ次更新追い風、ここは見せてみろだね。見せてみろ3ターンだったかな。見せてみろで次のターンで攻撃が来ればここで熊水し打てるが、打てないか。打てなかったでござる。じゃあ見せてみろ。で次福間水しで会心の時に70何パー上がるから相当結構持っていけんじゃないかな。やっぱ一発の火力が強いからねすっくんは。あとはなんか変なことしないでね。 OK、 じゃあ行きましょう。更新追い風、そして福間水し。本当は一回不可視の斬撃打ちたかったけどね。90でもちょっと早めにいやどうだったんだろうな。不可視の斬撃打ってから福間水しの方が良かったかな。むずいよな。でもこれ220溜まるんでいいかなと。どうせ後で見せてみろ連発するし。樹海大進撃風なぎ、見せてみろ。ここの一旦さ見せてみろがこれがねちょっとできればなんか少なあれなんだよな。福間水し打った後も不可視の斬撃をいきなり打たしてくれると相当ペースが速くなっていいとは思うんだけど、これ一回見せてみろ入るからね。不可視ストリートファイターのJP みたいな不可視大丈夫。さてこいつはそんな火力ないから恐るるに足らず不可視。さあここでブレイクできるか。ブレイクした。さあしかも残り110万。しかもサクサクパンダでさあ7まで思ったより早めに来たぞこれ。さすがすっくん。これ見せてみろでいいんじゃない。見せてみろしてもうブオワキマイロじゃなくもう見せてみろだねずっとね。だからこそ余計に残子体術に振りたい。でもさっきのさやっぱり福間水しとさその不可視の斬撃の火力見るとやっぱり術式に振ってあげたいなっていうのもあるからむずいよなこれ。スクナはマジでむずい。見せてみろ。いや今15座れとらんかったらあれか不可視1回打てたのか。ちょっともったいなかった反転術式でこれ85だから打てない。さっき15座れたの意外と地味に嫌かも。不可視がはいで最後に福間水し打てる感じかな。この感じだと必殺ストーン入ったね。すごい珍しい。ストーン入るんだ。もうこれは基本的に不可視打って次見せてみろ打ってこのあれだよね。必殺技は食らわなそう。必殺技食らうと呪力下がっちゃうんで、呪力って必殺ゲージ大丈夫そうだね。更新攻撃見せてみろ。問題はあれなんだよな。やっぱり福間水し打った後にそのまますぐ不可視の斬撃を打たしてくれるのであれば打ってたんだけど、ここで福間水し打つじゃん。福間水し打った後にこれ次不可視じゃないのよ。見せてみろなんだよね。これがねちょっとやっぱりすっくんきついところかな。払い切るで領域展。いやでも強いやっぱり。うまく残子を組み合わせれば相当強いキャラだとは思うんだけどね。やっぱりこれから SP 解放多分ねそろそろ SP 解放来ると思うのよ。すっくんちょっと早いと思うんだけど、他のキャラより早いと思うんだけど、目玉キャラとしてやっぱりじゃあ今の五条悟次のハーフアニバーサリーの僕の予想は、新キャラももちろん盛り上がると思う。新キャラも盛り上がるかもしれないんだけど、やっぱり盛り上がるのは現キャラクターの SP 解放とかで五条悟、夜紫五条とか高五条先生、海玉玉折が特にあれじゃない、有力じゃない。海玉玉折五条悟、そして覚醒五条悟、その2人とかが海玉玉折系のキャラクターがもしかしたら上がる可能性あるんじゃないのかなと思ってる。その SP 解放で影スクナも SP 解放なんか対象キャラみたいな感じで。わーなるほど。2900万、これは今のところ順番通りじゃないか。スクナちょっと後で計算見るけど、今んとこはスクナ伏黒当時伏黒くんなってるね。では次次がなんだっけ。これ毎回あれだな、見ないといけないのはあれだな。ちょっとあっちでやるから呪霊相当洗脳で見よう。次はこれそっか覚醒五条だ。で次が小板鳥くんね。 OK じゃあいきます。
覚醒五条悟、夜だね。夜の五条悟を、払うべき呪霊はそっか、モンジャラだ。ああ、モンジャラだ。慎重に考えてみてください。これは運だぞ、最近。くらい行きますか。この運に勝てるか。特に学長かな。特に学長があれかもしれん。ももちゃんは結構避けれるのよ。避けれるんだけどね。ももちゃんも赤。まあ、あとはこれどのタイミングで紫打つかだよな。最後に紫を打ち込めるかどうかによって変わってくるとは思うんだけど、痛い。強いですよ。強いですよ。術式反転。赤。まあブレイクいいね。ブレイクできるのはいいぞ。これをブレイクできるのは攻撃を受けずに五条先生の赤が貯められる。まあ基本的にもう何度も言うけど、バッファーは同じ動きしかしませぬ。さあ4、早いね。やっぱりさすが五条先生。この火力で言うとね、覚醒五条悟は強いからね。これ天井天元打ってもいいんじゃない？多分ね、そんな持たん。おそらくだけどこれ8ターンも持たないと思う。だからもうこれあえてここで打ちますわ。多分ね12ターンとかでもうね、もうここ壊滅すると思う。その前に溜めた状態で紫を打ちたいので、ここはもうあえてもう異例の速さで。あ、間違えた。最強の境地でもいいな。わあ、ありだな。一回打つか。一回最強の境地打ってカウンター入れたいんですよね。そう、こいつ近接攻撃あるからカウンターできると最高。あ、こういうこと最高。オッケーいいよ。でしかも呪力の確信もちゃんと入るといいんじゃない？これやばいんで使います。死ぬ多分。やばい。で可愛く叩き直す。スタンしたら最高だな。おい人赤。おお284。さあ呪力の確信ガンガンいきますよ。追い風もう一回赤で、最強の境地いつ打つかだな。一応今んとこブレイクしてるからまず最強の境地打たなくていいと思うんだけど、次ぐらい打ちたいな。一発樹海大進撃風なぎ赤で、残り何ターンだ？残りがあと4ターンもある。まだある。うまくラストターンに紫打って、退場できるのが理想ではあるが、さあ風なぎ、この強いこの攻撃力が強いモンジャラじゃ。あれはあれはモンジャラじゃの。315。これ多分倒せるわ。赤でいくわ。最強の境地打たずにここは赤でぶっ倒す。で残り何倒さない。危ないけど、いやもったいねえなこれ。天井天気のターン、これ残り2ターンですよ。残り2ターンがもったいない。までも火力火力上げよう。これ多分倒せん。これ倒せないからここでまあこれで8になったでしょ。でいやむずいなこれ。紫打つのもったいなくね。意外と思ったより生きてるぞ。ちょっと待ってくれ。これ今8まで溜まってんのよ。8まで溜まってるんだったらじゃないこれ。ほら210だよ。これ紫打つともったいないな。いやこれ打たんとくわ。これ天井天気終わっちゃうんだけど、紫強い。でもこれは赤にしよう。いや待て、最強の境地は赤だろ。ここはねちょっとさすがに8溜まってたらこっちの方がいい気がしてしまう。いやこれはそうね。オッケー。これいいんじゃない？ここで天井天下打ってワンチャン溜まる？紫溜まらんよな。ちょっと待ってね。1300でしょ。だったら赤だな。これ赤でいくわ。いやどうなんだろう。これ残り6ターン残り6ターンで天井天下打って約5ターン。その間に生きてるとは思えんのよ。そういうこと。生きれるとは思わん。いやもう打ちますわ。赤。これで17ターンまで元気でいられるんだったら喜んでなんだけど、そういうわけにはでも生きそうな。生きるぞこいつら。何この2人やる。この2人すごいな。よく生きておる。すごい。いいぞ。わー痛い。必殺技が飛んでくる。いやしょうがないこれ赤。さあ8はいけるか。
術式反転8はこれでいった。さああとはどんだけダメージを詰められるか。そうだよね、そうなるんだよ。いやーどうだろうなこれ。大丈夫。赤桜、桜んで出なかった。これはもったいない。術式反転桜んで動きが出ず、バフの効力も消えたねこれは。はい、復活して、まあでも復活して火力上がった状態で挑めるのはいいんだけど終わったわ。いやこれは2600ということは当時より下か。いやでもちょっとねこれは夜の相手。いやでもそれでもあれだよな。そうなんだよね、やっぱり夜五条戦強いんだけどね、やっぱりどでかい必殺技っていうのが少ないから、そこがちょっと厳しいところではあったかな。まあでも戦い方次第だね。今のはクリティカルだなんだとかで。私も全力では次サポートさせていただきます。こうてるてるボス。そうだね、今んとこで言うとスクナ当時、五条先生、伏黒くん、そんな感じ。では次いきます。こういたどりくんよ。さあこれで今半分これ本当に1時間かかるね、ごめんね。多分本当にちゃんと時間映すと思うんでそこにスクロールしてください。結果だけ気になる方もうなんだったら結果気になる人は最後の方で結果発表するんで、結果発表するんでそれだけ見てください。これねむずいんだよな。ゆうきくんいないたどりくんがマジで使いづらいって言い方失礼かもしれんけどさ、とりあえずまず必殺技貯めるだろこれ多分で。必殺ゲージ貯めるためには敵を D2 形態に持っていく、それも大事だから、あえてこの出伐の連撃を打つっていう方もありなんだよねこれ。虎杖くんはね、ゆうきくんがいることによって輝くキャラだとは僕は思ってしまっている。いやどうなんだろう。更新追い風、これね出伐の連撃打ちましょう。あえてこっちでこっちの軽くあるんですよ。そうこれの方が必殺ゲージ溜まるんだよね。そうなんですよ。だからもう必殺ゲージ上げるよりで、これ剣打でいい。剣打で追い風で倒しちゃうかな。倒せない。これ必殺技が早く打てれば打った方がいいんだよね。これはいいわ。これは剣だ。これ貯めるで可愛く叩き直して倒すでしょ。でこっから黒線だよな。バフはかかってるから黒線打ってで、磁力がでもまあ溜まってなくはない。ある程度はちょっと溜まってるので、これ黒線打って次出伐。いやどうなんだろうな。火力体術上げてか、それか出伐でブレイクしてブレイクさせて相手の防御力を下げる。さらに磁力を虎杖君の磁力を上げるっていうのは全然ありなんだよね。出伐でそっち。待っておい待てちょっと待て暗黒入っとる。暗黒入っちょる。しかも2ターン。おーいもし火力上げるわ。もうマジかよこれは。これはやり直しか。ちょっと待ってくれ。当たる。じゃあいいか。じゃあ一旦ぐらいならいいか。まあじゃあやるわ。今やり直しかなって一瞬思ったけど、これ暗黒もう一回入ってるよね。出伐当ててる。いけ当たれ。今2回当たったよね。出伐はダメとかないよね。よしもう一発いけ。よしうるさこの人うるさ。さあ5。これ剣打するかだよな。覚悟する必要はないのよ。黒線で回すもんこれ次溜まると思うんだよね。こそっか攻撃溜まるよね。オッケーそうだね。溜まるで、これもう黒線打っちゃって行こう。黒線回すわこれ。ここで黒線でブレイクしてるから防御力も下がってるけど、まあこんなもんだよな。でここで復活するだろ。復活するけどこれ火力上げて出伐。ちょっと相手にまた暗黒されたら困るんで、覚悟の一撃からの出伐ドンドン。黒線いいね。3連続黒線。これはちょっと最初やばいかなって思ったけど、ちょっと上振れてきたか。上振れがちょっと来てるかもしれない。これはね100万でしょ。これ剣打でいいんじゃね。50万いくか。いやいくかな。
いく。大丈夫。教育の時間だ。みんな頑張ってね。いやでもどうなの。はい、いや待って。うわーもういやーです。舐められ。行くか。では教育の時間だ。うわでもまた国戦回せはすると思う。次のターンでターン的にやばいんだよね。これもうためなあかんからもうこっち使うわ。確実に必殺ゲージ貯める。飛ばしちゃって。はい、これで必殺ゲージ貯まる。大丈夫。これ貯まる。ピンになる。でもももちゃんがやられた暗黒は入ってるけど関係ない。国戦もうこれいけます。行くぞ。樹海大進撃。いや当たんなくても出番かかるよね。あ、かからん。やっぱ当たんないとダメなのか。当たんないとダメだっけこれ。220。いやでもこれはもう8いけない時点で相当ちょっと厳しいか。伏黒君と今同じぐらいかな。いやでも結構国戦発動してたからね、平等ではあると思うんだけど、やっぱりどうしてもね結城君がいるいないで相当違うから、そこも出伐の方がいいか。これ540、679。いや1個でいいな。一発火力上げてからのこういうのが上げて、でさらに出伐。はい、ドンドンドン。国戦入った。さあ果たしてダメージはどんなもんなのか。どうだ。2100。これはちょっとわからん。どうだったっけ。伏黒くんより下か。2200とかだった気がするんだけどな、伏黒くん。ちょっと後で見てみます。はい、ちょっと時間経っちゃったんで、今30分ぐらいずっと今喋り続けてるけどちょっと忘れちゃった。じゃあ次ちょっと待ってね、まず見るわ。こういたどりくんの次は幻ちょうど違うちょうどじゃないわ。さあ幻五女戦ということでこっちだね。もう覚えちゃった。幻五女戦はもうアタック、五条先生はねもちろんデバッファーではあるんだけどアタッカーにもなれるのよね。アタッカーにもなれる。でもその代わり帰る時間がやっぱり異常に早い。その代わりデバフもできる。自分でデバフもすることできるし火力も高いということで、どうなるかな。これちょっと普通に面白枠、面白いんじゃないっていう枠。更新追い風なんかこのもちろんある程度の数値は出してくれると思うんだけど、どうなるんだろう枠だな。優勝できるかどうかとかじゃなくて赤でも強いよね。どんどん火力出してくるからね。130。2ターン目でも次でフィニッシュいけるだろ。ここで倒せる。で無料空所を早めに打てれば打てるほどいいからこれ倒す。で次のターンたまらないかこれ。いやどうだろうな。いやたまらないか。1100でしょ。たまらんな。ここで本当はたまってほしいんだけど多分攻撃も受けないからたまらないから、次のターンかな。なんか食らわない？無理か。次だね。変な感じ。次がこれで火力上げつつ無料空所打って、いやいるよな。いくらなんで無料空所打った方がいいよな。これは相手のデバフ力考えると。ここで無料空所打つ。火力上げてこうして一応打つわ。一応使うわ規格外の。いや規格外はにしてる理由としてはもちろん必殺ゲージが初ターンたまるんで、やっぱり無料書はすごいやっぱり使う、やっぱり必要かなと。でさらに赤の火力を上げるっていうところで規格外が一番いいのかなと思ってそれにしました。講師ね追い風。こっからでもね一つ収束と打撃にしないといけないのはでも 200% 大きいよな。多分4ターン目だから 166% か。多分 166%。 ちょっとこれがきついけど収束と打撃2回ちょっと収束と打撃。いやでもこれやっぱり10ターンはきついな。10ターンでどんだけダメージを与えられるか。いやきついか。これはちょっと正直ね言っちゃうとちょっとなんかねちょっとお試し枠といったところはあるので、残り何ターン？残り2ターン。次のターンで帰るぞ五条先生。いやこれは6かな。更新風なぎ赤でこれでフィニッシュか。でも俺当たり前だけど17ターンまでおればやっぱり強いキャラクターだよね。しかも何よりこれアタッカーじゃないからね、デバッファーなんでね。ということで、もうバトルレポートに見ましょう。これ1608。これはねこれはもうデバッファーなんで強いアタッカーっていうよりかはもうちょっとお試し枠なんで特別枠でしょう。
まあでも一応順位で言うと、まあ、一番下になるかな。一点では次ダメージを受けると変態を遂げる呪霊もいるようです。あ、こうか。こうのおっこつくん、ここも優勝候補ではある。優勝候補、うん、結構上のランクまで行ってくれるんじゃないかなって思ってるキャラではあるんだけど、まああとはあれだよな、会心がどんだけ入るか。その呪力の放出では多分会心入ってないから、執行でどんだけ会心が入るかっていうところはありそう。やべえ、楽しい。ごめん、本当はこれカットする予定だったんだけど、楽しくて仕方ない。最近ファンパレなんかね、やっぱりまあちょっと虚無期間が多いじゃん。最近まあジョーゴは来たよ。ジョーゴは来たけど、やっぱりちょっと虚無期間があるなって思ってる中でも、なんか自分なりに楽しめるなんか遊びをやっててすごい楽しいわ。でもやっぱりね、もう何度も言って申し訳ないけど、レイドシステム作んないですかねとは思っちゃう。それだけは毎回思っちゃう。もう何度もごめん、本当に申し訳ないんだけど、それだけは言ってしまうわ。オッケー、倒した。そのマコラ誰々とかのレイド、もう全員にダメージが入るのが全キャラ自由に使わせてほしい。本当に何度も言ってマジでうざいかもしれんけど。さあ、呪力の放出、おいカズイ、はい、放出177。暗黒、いや呪力の放出なら大丈夫だと思う。確か暗黒無視、あれ暗黒無視ってどれだったっけ。違うか、連続切りで呪力回復させたいっていうのはあるんだけど、これ当たるよね。オッケーオッケーオッケー、当たる。もう一旦呪力を押す。なんかどうだったっけな。ナイス。これ怖いんで一応連続切りにするか。磁力上げ、いや執行当たるかな。可愛く叩き直す。今6ターンでしょ。あ、当たった。ナイス。これどうだったっけ、暗黒向こう入ってたっけ。なんか暗黒書いてあった気がするんだけどな。これ教授とやばい、知る。更新で追い風で追いだリカ、カモンリカ、カモンポンポン。さあリカちゃんおいで。リカ、うん、いい火力だ。7ターンで今6かな。7ターンで6でブレイクすりゃいいから、うん、これはいい。ここでブレイクして、そっか。でも学長は必殺技を打てるのであれば絶対打たないといけない。ここは本当はキックがいいんです。なんでかってブレイクしてほしくないから。でもルールにも乗っ取らねばならぬ。16押していいか。これ多分ブレイクするよな。よっしない、耐えた。ブレイク。おお、これはラッキーか。これはラッキーだね。追い風いや連続、いやー磁力の放出かな。1体の場合 90% まで上がってるもんな。いやでも火力で言うといや待って、こっちだ。追い風おる270。次連続切りで会心加えながら倒すことができる。でしかも倒すことによってミスター大丈夫しかない。自爆をしたと思うよ。大丈夫問題ない何も問題ない。大丈夫どっちにしてもだからどっちにしてもじゃないけど、まあ会社大丈夫問題ない。大丈夫よ。これ必殺ゲージ下げれるの大きいな、ももちゃんで。暗黒入れられる可能性あったんやね。で下げれるし尻尾をダイス回復して、必殺技たまんないのか。たまらないんだ。へえ、これやばいな。単数的に磁力の打つ。これ必殺技最後打ちとございまする。これ多分もう必殺技たまらないから暗黒だから。なんでおっこつくんなの。ずっとおっこつくんや。これおいでりか入るかな。暗黒無視してね。オッケー大丈夫ね。いけるよね。暗黒無視してたもんね。暗黒無視してって書いてあるもんね。大丈夫だよね。びっくりした。怖すぎ。よし、さあ8になったよ。これはもうだいぶ今1位候補なんじゃないか今のところ。まあおっこつくんがね、やっぱり優勝候補ではあるから、これね磁力の放出しとこう。暗黒状態、これ全体技だから多分当たるよね。全体技は当たる。1体だろうが全体技判定なんで。
さあここで樹害大進撃風投ぎ執行かな。まあ必殺技も打てないんで、でも会心が今8溜まってる。一応 90% アップいってるかこれ。ブレイクだぜ。でも必殺技関係ない。でも防御力が下がった。さあラストターン。さあラストにダンスで踊れ。重力の本質だ。さあ果たしてどうなのか。ボン。さあ170どうでしょう。3200。ああ3000。あどっちだ。わからん。どっちだったっけ。少な。いやいい勝負か。いい勝負だとは思う。ちょっとこれはまた後で見てみよう。ちょっと覚えてないわけじゃないんだけど、なんかすごいいい勝負な気がする。では、次は待てよ。コツコツくん幻虎杖くんね。幻虎杖くんでちょっと行ってみましょう。で幻虎杖くんはまあ呪力はうまく回復させれればっていう感じではあるか。まあでも幻虎くんはねアタッカーでもありね、いいタンクではあるから、なんだろう、その一概に全力アタッカーっていうわけではないよね。さあうまくやれば最強だけどな虎杖くん。これね万字蹴りとか休止やって呪力貯めたい。回避したらさ呪力入るから、これ一回呪力回復させて万字蹴りして引きつけて避ければ当たるんかい。いやでもこれ D2 ダメだ、これ D2 形態からあれだ。2回攻撃だからまずは全力でいいのか。おいやばいミスった、普通にミスったわ。これでピンピンにそうか1回攻撃か最初は。疾走もうガンガン国戦で回すのもありだなこれ。次で倒すで国戦、次で国戦打つ。いやまあ次の次で国戦打つ。ここは託された一撃して貯めて国戦打って16段。いや疾走連撃でも別にどうしよっかな。疾走連撃でも倒せる。貯めとくか。これでいいな。で次国戦打ってちょっと磁力残しときたいので万字蹴りだとちょっと倒せんかなーっていうのがあったから、さあここで国戦打ってそうね国戦打つ。あ危ない国戦打つ。で万字蹴りで本当は磁力回復を勤しみたいんだが、でもやっぱり国戦打った後はなるべく託された一撃を打ちたい。どっちにしてもあれかブレイクしたから攻撃されんか。ピンじゃあ託された一撃打ってこう。可愛く叩き直す。託された一撃でも多分磁力足りないからあんま打てんくなるだろうな。はい託されたドーン180。もう一発撃てるね。もう一回撃てる。託された一撃今60でしょ。でここで次で90ドーン。できれば7の時に打ちたいね国戦うまく。だから残り4体以内に800、680削っていきたい。これ1回万字蹴りして引き付けするか。1回引き付けようか。磁力ちょっと回復を磁力回復してはい風投ぎ万字蹴りよけろよよけろよ。ナイスオッケー。もういいオッケーオッケー。更新追い風これ託された一撃打っていやでもさすがにもったいなすぎだよなこれ。残り体力がいやでも500なんかもう回すか。これはもう国戦でいきなりもうこれ7まで持ってこう。じゃあそうだね超過はあるから。そっか超過ダメージもそうだ含むんだった。そうだ全然いいわ全然いいわ。これで国戦でいいわ。これで国戦してで超過ダメージ分もポイントになるのでこれで国戦210国戦が入る。いいよ国戦これで倒せるよなさすがに。ああそうやね600万で倒して7になった。まあ悪くないペースじゃないかこれは。でここで磁力が30か。まあ、託された一撃打ってで次打てんくなるでしょ。託された一撃でここで引きつけるか。
相手の動きを観ここで察マンジ蹴りするかめちゃ悩む。油断はしない。どうするこれ、マンジ蹴りするか吸収してもいいな。結構火力あるのよ、472っていう。悪くないんだよね。でしかも引き付け 30% あるんで吸収しよう。では多分必殺技たまると信じて吸収、引きつける、よけろ。もう一発よけろ。マジか。いやー、ここよけんか準ったか。備できてるからどう出る。残り3ターンはたまる。必殺ゲージはたまると思うんだけど、でもね、いやー、気持ち悪い。残り5でしょ。次で5になって、6、7で打てればいい。3ターン。いや、どうだろう。むずいな、これ。引きつけてほしい。引きつけて回避してくれ。バイク叩きな。引きつけて回避しないとちょっとやばいかもしれん、これ。吸収する。で、よけろ。30% ダメか。舐められるのダメだ。疾走連撃だ。磁力が足りん。飛ばしちゃって。これで疾走連撃で16ターン目で必殺ゲージがたまるけど回避全然しない。てか残死足りんか。いや足りたな。ギリ足りた。これ託された一撃打てねえんだよ。そう総力戦だ。これは磁力貯めて打ちたかったがちょっと後半回避やっぱ 40% と 30% だと10% だとだいぶ違うんかね。じゃあこれ最後国戦打ってフィニッシュかな。さああとはこの超過分でどれだけ稼げるか。磁力がどんだけ今溜まってる。105はあるね。105はあるからいやどうでしょう。頑張ってこれはスクナとかおっこつくん超えなるか。550は入った。どうだわからんぞこれ。ポン。これは面白い対決になりそうな気がする。どうでしょう。2900ってことはうわー、これはおっこつくんと多分少ないより下だな。3000台ではあるけど多分3032万だから。いやまあちょっとまた後でランキングやりますわ。後でダメージランキングはやりますがおそらくそんな感じがする。払うべき呪霊は自身のでは状況も加味し次て慎重に考えて次がください。これか。うわそっか。あと影五条先生と少な。ここは分かりやすいぞ。結構見るからね。よくやってるからこれ以降は。こちらですね。今待って、おっこつくんの見えたなこれ。待って、おっこつくんこれいや違うこれあれだ。超過分も含めて。そうだ、超過含めずにな。さあいきます。さあ優勝候補の2人もう筆頭ですね。筆頭優勝候補筆頭の五条先生と少な。果たしてどちらが勝つのか。更新追い風してここでもさやり方によってカードでもさすがに大札だよなこれ。会心抵抗上がるってのが大きいんだよね。ぶっ飛ばしちゃって会心抵抗で2回は欲しいよな。収束と打撃の時にやっぱり入るか入らないかでだいぶ違うからこれ何もしないのはちょっとないと思うんだよな。2バフだ。問題は90バフにするか。ここは大札しよう。これは大札します。これは大札して3大札、これで倒せるんだったらこれで倒すでしょ。で次から収束と打撃打つ。はい収束と打撃教育の時間だ。どうだ。強っ強い。強いわこれ本当に。相手の動きを観察更新追い風収束と打撃。教育の時間だ。みんな頑張ってほらせーのブレイクだぜ。さあもちろんね10ターン11ターンで帰ってしまうというデメリットがあるにしてもやはり強い。もう6ターン目でもう6まで来てる。そしてさらにここでもう7だよ。6ターン目7ターン目7になっている。さあここ大札はないか。大札どうだ。残り4ターンでしょ。1回収束して大札から無料空所かなこれは。ここ1回収束と打撃せーの。いやどうなんだろうこれ。もうそのまま無料空所の方がいいか。そうね大札よりいやでもな
これもう一回打つわ。で大札1回は打っときたいね。会心上げときたい。火力っていいよりせーの8になった。1回大札でワン大札して、あと無料空所か。最善の一手をかわいい追い風大札だよねこれ。残り1ターン、あ2ターンか。あ待って、大札無料空所 60%。 いや待って収束、いや待って大札行こう。大札して追い風い大札で大札で無料空所でとんでもないことになるんじゃないかと。なめられここで大札で次無料空所だな。次無料空所で9はいくか。1000万は超えるんかな。更新追い風できた。さあ行きます無料空所。さあ果たして9はいく。多分1位にはなる。もちろんこれはまあもちろん分かってたけど1位にはなる。そっからあれだよな、スクナがどうなるか。スクナがこの影五条先生を超えるのか。いやギリ9いかない。ギリ9いかない。まあでいいでしょ、関係ないから。ではバトルレポート超過分3954万、まあ約4000で、4000っていう表記が出たらスクナの勝ち。いきましょう。これは1位はどっちなのか。一定のダメージを受けるとスクナはこうだね。ではラストこうです。てるてるボーイこちらです。スクナと人払いはなんだかんだとあれだね、多分これカットせずにずっと喋り続けたというかやっちゃったんだけど、何度も言いますがちゃんと右上に時間ちゃんと載せておきますので邪魔よ。ぜひご覧くださいませ。可愛行こう、うるせえ行こ最善の一手う。を同じこともう慣れちゃったよ。さあここなんだよな、スクナ難しいんだよこれ。ゆうきくんいない状態のさこのスクナの立ち回りが難しい。時間だ。みんなこれ本当に人によってあれだし、僕のプレイによってその強さが変わるから。いやでもまあ大体この動きだよなっていうのでいくんだけど、まあ、とりあえず回は打っときたい。いつでも風が打てるようにしときたいんで回で、あと普通に火力高いからね回で、次ここで回打って、これ多分オタワムレだと倒せないのよ。でもかといって8だともったいないから、ここ回で倒す。はいこれで倒すでしょ。倒した。今ちょっとギリギリだもんね。オタワムレではいけんかったよな火力的に。でここ8打とうか。風雅にこだわらずに行く予定では教育更新して追い風してつまらん強っ。240万ダメージ。風雅も早々に打とう。わあこれももちゃんがやられる可能性が大いにあるのか。相手の動きを更新してこれ使う。もう一回8。ここはもうね磁力自爆磁力も確かに必要なんだけど、これはもうねガンガンダメージ与えていくことに専念します。これでおっと危なっ。更新可愛く叩き直す。で風雅でいいね。教育の時間だ。で風雅打って磁力上げて8888ぐらいか。火力勝負風雅さあこれで6になった。ピン次ブレイクできるね。でこれやばいアップなめられるのごめんだしね。ちょっとこれはさすがにやり直しましょうか。これはちょっと事故な気がする。ごめんちょっとこれは次もしやられたらもう終わり。次やられたらおしまいもう絶対。うわ大丈夫。これでもう負け確定で、ちょっと今のは事故すぎる気がする。なめられるのごめんだし弱点属性で攻められたんでちょっとごめんなさい。これもう一回同じ動きするけど、今ちょっといい。かわマジンコちゃんかこれ。いや教授打たんかったのが悪いのか。いやでも今1万8000一気に解けたもんな。いやちょ学長集中狙いやめましょうよ。まあ落ち着けって会話落ち着けって会話。これオタワムレでいけたかな。90万はさすがにオタワムレでいけたか。いけたかもしれん。さあ次フェーズ2。ここで8打って一応同じ動きでいきますが、更新追い風8でちょっと回復でちょっと学長の体力マジで気をつけよう。全然いけると思ったんだけど今のは。さあこれで必殺技食ろう。まだ第2形態だからねそんなに怖くない。
県内1万8000とかになってきたらもう回復入れるわ。ここはまださすが2万4000は耐えるはず。2万4000は全然耐えると思うんだけど、次だね。次もう一回攻撃食らったらもう絶対やる。全体攻撃だろうが。やばいね、もうこれもうやばいやばいやばい。ちょ危ない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 。もう使う。準備できて頃合いだな。怖すぎ。フーガ行く？フーガでいいか。ではこれで教育の時間だ。ブースな少年これで回復するでしょ。2万4000。いやでも2万4000でもやばいぞこれ。フーガだ。火力勝負といこう。フーガ。これでまだブレイクはできない。ブレイクしたいな。ここでやられたんださっき。ここでさっきやられた。怖っ。さて攻守に追い風。8は346だろう。いやーどうなんだろう。ブレイクだけで回してブレイクするだけにしといて、あーでも倒せんか。じゃあいいや、ちょうどいいわ。でサクサクでしょ。でこれ多分オタームレで倒せるはず。オタームレで倒せるで磁力多分温存できる。倒さないでね。倒さないでね。オッケー。オタワムレいいよ。で磁力は回復できる。115。どうだろうな。デバフは今樹海大進撃でのバフがデバフだから相手の動きを観察。今ほぼバフがない状態でしょ。でもまあちょっと8でもダメージ少しでもやってっか。これ多分学長耐えれないこれ。多分ね学長やられるわこれ。だってもう表示足りないから。1万3000でしょ。もう死ぬなこれ。学長。あの子死ぬかもしれん。あいつ死んだわ。授業を始めよう。カズナギ8。いやーこれはダメージを。ナイスカウンター。これは大きい。そして少な集中狙いはだいぶ大きいぞ。まだあるかもしれない。これは8でしょ。8してできれば残り次のターンも耐えればワンチャン出てくるぞこれ。まだありますよ。大丈夫。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。ブースな少年可愛く叩き直す。スタンはしないか。でもこれ全体来たら終わるからな。なんかまあ舐められるのごめんなさい一応教示今溜まったよね。フーが打つか。フーが打っとこう。さああとは五条先生の4000ラインまで持っていくことができるのか。フーがいやそうだよ350万だよね。どうでしょう350万。こっから残り4ターン。でももう多分ねももちゃんこれでも回避が消えた。ここで回避消えたんでこれ多分ねもう回避できないんだよ。ももちゃんも回避できない。だからもう食らうしかないから、あとは少ないが集中攻撃で狙われないと厳しい。さあ必殺技がもう飛んでくる。これ8打とこれはもう少しでもダメージ与えて五条先生のそうだよね。あとはもう少ながどんだけ耐えられるか。もうフーが打てないでしょう。もう回で少しでもダメージをちょっとでも30でも40でもダメージを与えていく。意外と耐えるからねこれ。しかも判定もあるんでね。回なんだったらもう一回フーが打てたり。でもターン的に無理か。いやでもよく耐えた。俺が来るまでよく耐えた。さあターン強制関係ないね。さあこれで終わった。約1時間3040ということは3433万1507ということで、まあなんとなくランキングは分かったけど、まあ一応順番でやっていきたいなと思います。ということで58分45秒ずっとやってたわ。はい、ということで計算してきました。まあちょっと口頭で申し訳ないんですけど、ちょっと言っていきたいと思います。まず10位10位はこちらの無料空所五条悟、こちらが10位ですね。まあでもこれはデバファーだから仕方ないんだけど、1689万4903で10位でした。そして、9位は高板鳥くん2110万3899でした。で次8位はね高板鳥くんとほぼ同じほぼ一緒でほぼ同着で2100
180万33。約どうだ、どれぐらい差だ、本当にもう少し70万ぐらい差、70万差ぐらいで伏黒くんが8位。次7位。7位は覚醒五条先生。ここからちょっと上がります。2699万6859、約2670万ですねが7位。そして6位。6位はもうほぼ僅差、当時、2719万8815で、次5位。5位はスクナですね。5位はスクナ2959万5481で、第4位。第4位はやっぱり後ろのキャラクター、2周年虎杖くん3032万635、3000台いきました。さあ、そして第3位はこちら、こうおっこつくん3164万6497。そして第2位がこちら、スクナ3433万1507。そして第1位はこちら、影五条先生3954万3166ということで、いやー結構意外な結果になったかな。やっぱり伏黒くんってか当時が意外と高い。あとスクナも5位までいってんだなっていう感じで、あと覚醒五条先生とやっぱり当時がいい感じの割合になってるのがすごいちょっと嬉しかったね。はい。というわけでやっぱり影五条先生の火力はすごい。やっぱね、この五条先生強いよ。本当に強い。でもこれが2体とか3体になってくると変わってくるけどね、もちろん。1体だからやっぱり五条先生強いけど、無限回路の2体編成とか相手が、それだとちょっと強さが若干半減までいかないけど、やっぱり10ターンっていう縛りは厳しいかな。でも無料空襲を打って退場してデバフかけてさらにとんでもない火力を出して退場できるっていうところも考えるとやっぱり強いな。はい。というわけで今回は、最強キャラ、最新版の最強キャラ決定戦やってみたんですけど、優勝は影五条先生、そして、2位が、スクナで、3位がおっこつくんとなりました。やっぱりこれからね出てくるアタッカーとかもどんどん上にやってくると思うし、ここに、次やるとしたらまず、復刻で東堂で、あとナナミンとか、そういうちょっとアタッカーゲットできてないアタッカーも追加したら、ちょっとまたやってみたいなと思います。あとハーフアニバーサリーだね。ハーフアニバーサリーのキャラクターが出てきたりしたらまたちょっとやりたいと思いますので、よければ見ていただけると嬉しいです。というわけでじゃあ皆さん、今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様でした。バイバイ。